はじめまして、キャミーです。第1回目のゼキャミは、なぜ今私たちが地球温暖化に対してアクションを取っていく必要があるのかについて解説します。まずは今どれくらい気温が暑いのか、次に地球温暖化をどうして人間が引き起こしたと言えるのか、最後に地球温暖化を止めるためにどれぐらいのスピードの変革が必要なのか、この3つを順を追って話をしていきたいと思います。そもそも地球温暖化の原因は炭素、天然ガス、石炭の3つの化石燃料を燃やすことによって排出された二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが蓄積することにより、本来地球から逃げるはずの熱が温室効果ガスによってとどまってしまい、どんどん地球が熱を大気中に溜め込んでしまうことによって起こります。具体的な温室効果ガスの働きや地球のエネルギー収支といった話も折々別の動画で解説していきます。空気中に含まれる二酸化炭素の量はここ200年で 40% 増えました。またメタンなどの他の温室効果ガスも2倍から3倍もしくはそれ以上と増えています。このグラフをご覧ください。実は記録上地球の平均気温が最も高かった年は2016年から2019年の最近の5年間で全て起こっています。ちなみに去年の2019年は記録上2番目に最も平均気温の高かった1年でした。さらに言ってしまえば、過去12万5000年の間でも今の時代は特に平均気温が高いんです。そもそもなんで地球温暖化が人間の活動が原因だと言えるのか、その答えはこのグラフにあります。大気中の二酸化炭素濃度が年ごとにどう変化しているのかを示しているグラフなんですけども、実はこれ1760年代の産業革命を境に大気中二酸化炭素濃度が上昇していることが分かります。この産業革命はさまざまな発明、科学技術の発展によって工業化がすごく進みました。それによって二酸化炭素などの温室効果ガスが排出され始めた年でもあります。ちなみに2003年から2019年の最近も、ご覧の通り大気中の二酸化炭素濃度は右肩上りでどんどん増えていっています。実はこれに比例するかのように地球の平均気温も産業革命の時代を境にどんどん上昇しています。第二次世界大戦の後は温室効果ガスの排出がさらに加速し、それに伴って気温もどんどん上昇していきました。つまり産業革命以来の大気中の二酸化炭素の濃度と地球の平均気温の上昇が見事に比例していることから、地球温暖化は人間による活動、つまりヒューマンアクティビティスが原因で引き起こされているということが証明されています。さらに詳しい研究に研究を重ねた上で 97% の気候学者はこの事実を肯定しています。これを100人に例えるとこんな感じになります。この緑色の色をしているのが97人いるわけなんですけども、全員が地球温暖化は人間が引き起こしているものだと言っているわけですね。そのうちのグレーのこの2人はわからないと言っている人です。この赤色の部分はいやこれは人間は関係ないと言っている人の割合です。つまりほとんどの人は Climate Change, Global Warming is real って言っているんですね。これに対象するかのようにじゃじゃん、こちらをご覧ください。これは2006年にアメリカで取られたアンケートの結果です。ちなみにアンケートの質問は地球温暖化は人間が引き起こしていると思いますかという質問でした。これに対して Yes はご覧の通りたくさんいるのですが、こちらの No に着目してください。この濃い青の部分はジェネラルパブリック、つまり一般ピーポーのアンケート調査の結果なんですけども、 40% もこの事実に反していや人間は関係ないと言っている人がいるんですね。最近日本でも環境省が地球温暖化に対して世論調査をしましたが、9割くらいの人は地球温暖化に関して気にかけていると。でも強い危機感を持っているのはその中でも3割ほどしかいませんでした。つまりもっと多くの方がこの問題を認識して理解を深めていく、危機感を持っていく必要があると思います。ここ最近5年間の地球の平均気温は産業革命以前と比べて 1.1 度から 1.2 度上昇しました。実は 1.5 度上昇したら地球温暖化のコントロールはもう不可能、つまり地球温暖化を止めることはできないと言われているんですね。この 1.5 度のことをティッピングポイントとも言います。 1.5 度を達するとどんなことが起こっていくのか、東京ビーガンガールのみゆさんがこのことに関して詳しく動画でお話しされていたので、ぜひそちらもご覧ください。ではこの気温上昇、地球温暖化を止めるために私たちはどれぐらいのペースで大気中の二酸化炭素濃度を減らしていく必要があるのか、それはこのグラフに示されています。これ2100年までに2度上昇するのを止めるのに必要なスピードを示しているんです。
まり上昇を止めるにはさらに急な二酸化炭素濃度の減少が求められているわけなんです。2018年からすぐ二酸化炭素濃度を減らしていくべきなんですけども、残念ながら2019年はさらに二酸化炭素濃度が大気中に増えてしまいました。急な変化って実際のところはすごく難しいと思うんですよ。急に二酸化炭素をポーンって減らせるわけないと思うんで、早い段階で確実に減らしていくことが求められています。なので今この二酸化炭素濃度を減らしていく必要があるんですね。これはまず第1回目の動画ということなんですけども、地球温暖化に伴い気候変動の原因、被害、解決法、この3つをどんどん動画で発信していくので、ぜひご覧いただけたらとても嬉しいです。この動画で使ったリソースは全て概要欄に貼っておくので、質問やもっと詳しく知りたいといった方がいましたら、ぜひそちらをご覧ください。より多くの方々にこの事実を知っていただけるように、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。